お菓子お菓子かわいいじゃんかわいちゃうかな。じゃじゃじゃんじゃじゃん、かわいいでしょ。もうあったかいね。ね、あったかいでしょ。おはこんばんは、It's Seg and Bren。で、今日は日本に来ての初めての質問動画になります。はい、質問の方をね、SNS で集めさせていただいたんですけど、答えてくれた皆さん、質問してくれた皆さん、ありがとうございます。はい。はい、ということでね、今回のこの動画が2023年最後の動画になります。最後ですね。まずはね、皆さん今年のね2023年もセガードブレンのチャンネルを見ていただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、2024年もね、2023年と変わらずこれまで通りゆるゆるっと動画を撮って公開していく予定なので楽しみに待っていてください。はい。はい、ポッドキャストの方もやっているのでそちらもチェックお願いします。はい。はい、ってことで早速質問動画答えていきます。12月22日から上映される劇場版スパイファミリーを見に行く予定はありますか？はい、見ました。もう早速。はいね、はい、実は12月の25日だよね。クリスマスに、はい、クリスマスデートをスパイファミリーにしました。はい、はい、でスパイファミリーが好きな人は本当におすすめなストーリーになってるし、すごく満足度の高い映画の内容になってたのでぜひ見てみてください。最初から最後まで面白かったね。ね、面白かったね。日本に帰ってきて日本の環境で変わったなと思うところはありますか？応援しています。すいませんが少なくなったね。iPad が多いからさ、注文するときはあまり言わなくなったよね。そうだね。そういうところとか。あとはそのコンビニのそのお金払う時とか、そうね、もう自動、ね、だよね。だってさ、いつもほら今まだちょっとねお金を店員さんに渡しそうになる。いやでもさ、ほら だから場所に違う、よって違うじゃん。そうだね。セブンも全部自動だけどさ、だから今慣れたけど最初上げてたよね。そうだね。2023年で一番印象に残った出来事は日本に来たことじゃない。だよね。本当に2023年いろいろやったけど、やっぱり大きい出来事は日本に引っ越しができたこと、あとイタリア行ったことかな。イタリアと日本だね。そうだね。結構イタリアは自分たちを変えた考え方をそんな気がする。と帰国して最初に食べたものはセゴのお父さんがお弁当を買ってきてくれたじゃん、家に。そうだね。新居に持ってきてくれて、だから俺は親子丼だったかな。だったかもね。でセゴはとんかつ、カツ丼、俺カツ丼だったかも。カツ丼と唐揚げ丼。そう、最初何も家具がない中でみんなで床に座りながらお弁当を食べたのが一番最初のご飯だったね。俺は2人とマリとセゴのお父さん。そう面白い組み合わせだよね。日本に住んでいかがですか？よかったよね、引っ越してきて。そうだね。本当に今のところなんだろう、いろいろ安定してるよね。日本最高だね。本当に。日本に帰国してこれからはずっと食べれて嬉しい食べ物とかありますか？安く食べれるお魚とか。毎朝鮭とかサバとか朝ごはんとして食べれるっていうのは結構なんだろう、すごいことだなって改めて実感したし、アメリカにいる時は本当にお魚自体がちょっと高かったから、なんか1週間に 1,2 回とかさ、ちょっと魚食べてたけど、入れるぐらいだったから、いつもスーパーで買おうか買わないかちょっと迷ってたよね。スーパーで買う時はいつもコストコ行って、コストコの大きいサーモン買ってそれを切ってちょっと小分けにしたりとかはしてたけどね。あれよかったけどね。お帰りなさい、待ってました。早速ですがお雑煮は何を入れる派ですか？家によってね違うから、自分たちのオリジナルなお雑煮の具を考えなきゃいけないよ。そっか。でもいつも何入れてるんだっけ？だいたいほら人参とか、あとお餅、あとは椎茸とかかまぼこ。かまぼこは絶対入れたいね。あと柚子の皮入れてたね。そうだね。柚子の皮とか。
ね、だから今年、まあ、どんなねお雑煮を作るか、まあお雑煮作ったら写真ね、撮るから、まあ、それがね、うちの定番になるのか、それとも毎年変わるのか。お餅いっぱいあるからね。そう、お餅たくさんあるし親戚、義理のお姉さんの友達がたまたまチャンネルを見てくれたって人だったから、その人がお餅を送ってくれた、はい、ありがとうございます。お餅たくさん食べます恋しいと思うアメリカのもの、こと、習慣とは何ですか？まあアメリカの恋しいと思うことだね。そうだね。まあ家族ぐらいかな。今はもうね来てばっかりだからさ。そうだね。もうちょっとしたらいろいろこれがアメリカのこれがなんか良かったなって思うことあるかもしれないけど、やっぱりブレンが言ったみたいに、まあ、家族との関係、まあ会ったりご飯食べたりとか、そういう時間っていうのはすごく恋しいなって思うよね。あとは今はまだそこまでだけど、運転をさ毎日アメリカではしてたから、で日本では運転をする予定は今はないから、それが恋しくなる日が来るかもしれない、なんか運転してたなっていうやろうと思えばできるけど、そう、ねここはアメリカの方が良かったなって思えるところ、結構日本に満足してるんじゃない2人これから出てくるかもね。本当に今は特にパッて思い浮かぶことがない、ね、特にありませんHow old are you? 28 and 29 と日本に帰ってきてびっくりしたこと、忘れてた日本の文化。車が日本の車が怖いいや本当にこれは忘れてた、本当になんか日本の車って赤信号でも全然止まらないんだって思ったし、あとは横断歩道で渡りたくて待ってても車は止まってくれない、そのなんていうのかな、信号がないところの横断歩道、そうそう、だからなんかアメリカ、まあ全部わかんないけどシアトルは結構横断歩道でこうやって信号ないところで止まってると車はほぼ 100% な感じで、止まってくれるっていうのが普通だったから、なんかこっちに来てなんか止まってくんないと思って、だからさずかずか横断歩道渡ったら引かれるよね。そうね。でも多分シアトルはちょっと例外だったと思うよ、だってペンシルベニアとか絶対違うと思うから、シアトルはなんかルールがあるから、そういうのシアトルに住んでたからこそ感じるギャップ、それに慣れちゃってね、慣れちゃって、それ日本でやったらもう死んじゃうよね本当にあと自転車が怖い、そうね、みんな猛スピードで隙間を縫うようにさジャーっていくから、ちょっとさあーってあくびしてさ手を広げたらさ、もうその手をバーンってさ、自転車で持ってかれるよね日本を楽しめてますか？はい、結構楽しめてますね、本当に毎日歩いてどっか行ってるし、休みの日にはちょっと電車乗って遠くまで行って、なんかやりたいこと見つけたりブラブラしたりとかできてるね、あと甥っ子姪っ子とね、そうだね、遊んだりとか、いつも拝見させていただいております。質問ですが、好きな言葉はありますか？または好きな映画はありますか？なんかまあ無駄なことはない、なんか積み重ねてやってれば、地味でもいつかはそれが何かの役に立つ時が来るよっていう言葉が好きかな。いい言葉だね。そうだね。なんかブレンはある？なんかあれはもう頼ってって言ってくれた人に頼りなさいっていうね、もう小説で読んだ言葉が良かったなと思ったけど、そうだね、なんか無理して我慢してるんじゃなくて、ちゃんと頼っていいよって言ってくれた人に、じゃあお願いしますって言って、そうだね、素直に、素直になること、素直になること、好きな映画はありますか？だけどね、本当にジャンルいろいろ見るからさ、ね、ホラー部門これなんかね、可愛い部門これ、コメディ部門これっていろいろあるよね。だから最近見たそのスパイファミリーとか、そうだね、おすすめしたらいいスパイファミリーは好きです。見たことなくてもね、スパイファミリーのアニメ見たことなくても多分楽しいと思うから、ね、ぜひぜひ。そう、あとはネットフリックス、実写の BL ゲイ作品はご覧になりますか？特におすすめな作品などがあれば教えていただきたいです。自分たち、その BL の
やつ結構見るし、うん実写のやつも見るから、ネットフリックスのね、その体感予報体感予報ってやつと、あとあなんだっけ、なんかスイーツカップケーキ、あれよかった。なんだっけなんだっけ、オールドファッションカップケーキっていうのがあるんですけど、これがね最高だったね。なんか最近の BR で昔は全部なんかすごい悲しい感じだったけど、最近は結構リアルな感じだから、そうだね。もちろんちょっとドラマっぽいやつとか可愛いやつは入ってるけど、最近なんかいいよね。まあそれこそおっさんずラブとかさ、おっさんずラブとかそういうのもあるし、そうだね。はい、ぜひ見てみてください。動画の編集はどっちが担当しているのでしょうか？英語編集自分やって、で最近はね時間がね自分の方があるから、字幕、頑張ってやったりしてます、でそれをブレンが最終チェック、字幕をしてくれて、でそれで動画を出すっていう感じでやってるね。じゃあ日本のいいところ悪いところ、アメリカのいいところ悪いところはありますか？日本のいいところは、食べ物が美味しい、治安がいいね。子供が一人でも外行けるとか、そう電車で一人乗ってる子供見ると、やっぱりすげえなって思う。本当すごいよ。なんかアメリカから友達とか遊びにしょっちゅう来るんだけど、その人たちも子供がね電車に乗ってる姿を見るとやっぱり感動するね、そんなに安全なんだとかっていうよね。そうだね。夜中も一人で歩いて外出れるしね、そうね、全然心配することないじゃん、そういうのは。その逆の悪いところは同性婚ができないこととか、なんかまあ大きいことになるけど、政治的なこととか、日本の社会のせいじゃないけど、そうだね、アメリカでも同じようなこと言えるね。そうだね。アメリカのいいところ、まあ大きくていろんな自然があって、いろんな人がいて、いろんな文化があって、とか、そうだね。多様性がある。そうだね、本当になんかもうね、まあ全部の話につながっちゃうけど、本当に人によるし、なんだろう、その働いてた時とかも、なんだろう、その人と人との距離感がすごく近くなれる、なんかいろんなこと話せるし、なんか日本はねまあ自分も今日本に久々に帰ってきて、これから働いたりとかしてどうなるかわからないけど、なんだろう、その職場は職場、友達は友達みたいな、なんかそういう住み分けみたいなのが、違う考え方、そうちょっとあるかもしれないけど、まあ自分が働いてたアメリカのところとかはもう結構職場は職場だけど、なんか友達みんなみたいな、なんかそういうことをさ、やってたから、なんかまあそこは本当になんかアメリカの良かったところだなって思える。まあもちろん場所とかによる、俺の職場もそんな感じじゃなかったから別に、だから場所による、そうね、自分の経験としてはそんな感じかな。悪いところ、アメリカのまあそれこそ政治が不安定とか、そうだね、物価がどんどん高くなってるところとか、なんかニュースがすごい偏ってる。そうだね。でそのせいで人が仲悪くなったりとか、なんかすごいそういうのあるから、そういうの残念だね。そうだね。アメリカも日本みたいに、まあ日本でいう都道府県みたいな感じで、ある州がねいろいろ分かれてるんだけど、その州によってルールが変わってくる、そうだからなんか不安定、なんか自分たちが住んでたところから飛行機でどっかね、行った時にはその州ではこれは禁止されてますとか、だからね大げさかもしれないけど、これからねこの州では同性婚は禁止とか、男性同士はキスすることがダメとか、なんかそういう本当にあったからね、州がまた復活するかもしれないっていう今危険性、まあ、例えば今はその中絶がねこの州ではできませんとか、もう現にあるから、なんかそんな風でなんかもうコロコロね、政策が変わってくっていう、不安っていうのはあるね。だから簡単にこの人たちは悪いとか、州に住んでる人たちはみんな悪いとかって簡単に言う人もいるけど、本当になんかそのことないから、なんかねその州でももちろんめっちゃいい人もいっぱいいるし、だからちょっと悲しいよね。そうだね。なんかそこら辺が。本当だね。ブレンの家族もね、
親戚もまだね、みんなアメリカに住んでるわけだからそうやっぱりそこは切り離せないね問題で常に考えなきゃいけないことだよね。ね、まあアメリカも日本もどんどん良くなっていってほしいね。そうだね。ね。はい。ってことで今年最後の動画そして質問動画いかがだったでしょうか。はい。はい。まあねみんなの質問に答えられたらよかったんですけどね時間がなかったのでこんぐらいになります。はい。結構いっぱいいただいてたけどね。本当にありがとうございます。ありがとうございます。また今度。そうだね。はい。ってことで皆さん2023年もありがとうございました。ありがとうございました。またね2024年もセーガンドブレンのことよろしくお願いいたします。お願いいたします。じゃあ皆さんぜひこの動画面白いと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。あと概要欄の SNS とポッドキャストのチェックもお願いします。はい。それではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。良いお年を。良いお年を。バイバイ。バイバイ。